はい、どうも、こんにちは。エンジン太郎です。とりあえずは、前回の続きの鋳造の仕上げですね、やってきます。とりあえずこういう詰まっちゃったところをまず取ってみますね。うまく取れてくれればいいんですが、ちょっとやってみないとわかんないですね、これは。基本的にはリューターと、あとタガネでつついて取っていきます。はい、フィンの部分再生してたんですが、ここで、大きな問題が発覚しました。それは、これ石鹸水なんですけど、石鹸水入れて空気を送ると、なんかすごい勢いで漏れてきました。ここに至ってはもう滴るほど漏れますね。ここら辺とここら辺とここら辺、この3つ、ここの肉が薄いみたいですね。実際設計で見ましたが、ここ1ミリも残ってない感じだったので、回りきれなかったみたいです。そんなわけでこのヘッドダメなので、よいしょ、もう1個作りました。2個目のヘッドの製作シーンは超短縮版で進めていきます。今やってるのは CNC での加工ですね。これと似たような加工を5枚やらなきゃいけないので結構時間はかかってます。今回の鋳造からスタイロフォームの規格を B1 から B2 の目の細かいものに変更しました。削った感じはかなり感触がいいですね。鋳造作業もだいぶ慣れてきました。鋳造作業は切削とは違う楽しさがあって結構やみつきになりますね。もっと今後もいろんなものを作ってみたいと思います。手間を考えれば切削で作った方が楽だったりするんですけど、これはこれでやっぱ楽しいっていうのが大事ですね。よいしょよしょ。あとこのイコミのシーンはインスタ360で撮ってるんですけど、結構臨場感があっていいのではと自分では思ってます。ただ編集の手間はだいぶ増えちゃいましたね。はい、これで鋳造終わったのでやっとまたスタートラインに立てます。いやー、これのせいで時間かかりましたね。はい、もう一個作って、こちらで問題になった部分をある程度修正したプランになるので、フィンの部分結構綺麗にいってます。何箇所か集まっちゃってますけど、こっちはちょっとダメでしたね。この差はよくわかんないな。でもこっちのエア漏れをチェックしますか。よいしょ、漏れてないといいけど。特に漏れはないですね。
細かい部分仕上げていきますか、先に。はい、一応これで、まあね、フィン潰れてた部分、ある程度は綺麗にしました。全部ではないですが、とりあえずはなんとかフィンらしくはなりましたね。まずは起点作りから始めていきます。いよいよフライス作業ですね。こっちの面を起点にしたいから、なんとかこれでギリギリだけど固定した。ちょっと怖いけど、そーっと削るしかないね、ここは。最初のこれでここは平らと。まだこの辺ちょっと粗いとこありますが、まあこれはこれでよしです。一旦は。ちょっと余白少ないんで、もうこれ以上削れないかもですが、まあなんとかなるでしょう。はい、セット完了と。そしたらこっちの面を平ら、とりあえず作ります。まずは綺麗な平らを作っちゃわないと、その先いけないですね。この段階でここも落とそうかと思ったけど、一個ずつやった方が良さそうなので、まず、シリンダー面とこのカムのつくところですね。ここを優先します。まあ、とりあえず天地は揃いました。まだ厚みに余裕があるので、ここから削りますが、まず4面、ていうか6面をまずきちんとやっちゃいますね。そうすれば、バイス普通に使えるようになるんで、だいぶ楽になります。この後もうバイスでいけるかな。
まだ完全に落としてませんが、とりあえずはこれでいきます。まだこの辺ちょっと不完全ですが、あんまり落として足りなくなると嫌なので、一旦これでよしとします。側面の部分も仕上げを進めていきます。側面の部分はこのヘッドにつく部品の兼ね合いがあるので、軽く仕上げる程度に留めておきます。よし、こっちはちょっとまだ完全に削らないでおきますね。ここから調整が入るので。はい、4面とりあえず全部できましたね。まだ削り切ってないところとかありますが、これで常にバイスに固定できるようになったので、次の段階に進みます。シリンダーヘッドのカムの乗る面の基準点を今のうちに作っておきます。できるだけ最後の方まで残る部分を基準点としてマークしておきます。基準が出来上がったらヘッドカバー用のネジ穴の製作をしていきます。センタードリルで1、2目が終わったので、タップ用の下穴を開けていきます。これも数が多いので結構大変ですね。はい、これでまずヘッドカバーをつけるためのネジ穴ですね。全部やりました。それと戻りのオイルライン穴開けときました。次はシリンダーとの接続用ボルトの穴ですね。はい、次の手順はシリンダーの取り付け穴ですね。まずは貫通からいきますか。19.5 2.5。よし。はい、これで貫通穴終わったから、あとはエンドミルでザグリやってきますね。ザグリが終わればシリンダーヘッドの固定用のネジ穴完成です。
じゃあバルブの、取り付けの穴開けてきますね。バルブガイド通す穴ですね。ここの角度は 25.4 度。これでインレット側ですね、最初に。で、1決めはスコープでやるしかないですね、ここはもう。スコープをいけるか。はい、一度試しに削ってみますか。よし、大体 OK だね。あとは入れるスリーブの方で調整しちゃうので、まあ、とりあえず、目標値 15mm で、プラスマイナス、主にマイナス側に振って、100分の 1mm マイナス、だから 14.99 ぐらいに今なってます。ちょっと誤差がありますけど、とりあえず、最終的にはこっちに入れるスリーブ側で調整するので、まあこんなもんでいいでしょう。さて、そしたら反対ですね。先にエキゾーストやってもいいですけど、反対の座繰りからやっちゃった方が楽そうなので、座繰りから進めていこうと思います。よっと。はい、結構大きい穴ですね。あと、ここを座繰らないとダメですね。はい、インレット側の座繰りも終わらせました。これでバルブガイドセットできます。まあバルブガイドまだ作ってないですけどね。で、引き続きエキゾースト側のバルブガイド用の穴作ってきます。手順としてはインレット側と全く同じでスコープで1、2目を進めていきます。スコープでの1、2目が多くなってしまうのは鋳造品の弱点でもありますね。どうしても精度が出づらくなります。エキゾースト側もだいたい所定の寸法になりました。多少の誤差はありますが、これは後で調整してしまうので問題ないです。あと残っているのは今回の加工で最もめんどくさいと思われるプラグホールの製作です。プラグホールは2方向に角度がついているので非常にめんどくさくなります。うわー、やべえ。全然ダメじゃん。スコープは Z 軸の高さに余裕がないと使えないのが弱点ですね。本当はきちんとしたスコープ使いたいんですが、高さが足らなくなるので、簡易的なスマホスコープ使います。
これはもう CNC の方で実用化してるので、まあ、なんとか使えるというレベルですね。正直、精度的には 0.1 ぐらいまでしか寄せられないんですが、まあ、今回、プラグホールに関してはそのぐらいずれても問題がない場所なので、そのまま行きます。よし、これでセンター基準点出ましたね。あとはここから動かさないように気をつけてきます。カメラの録画ボタンを押すの忘れたので、加工としては最後の1個となってしまいますが、まあこんな感じで加工を進めています。はい、一応これで今回の加工部分は全て終わりましたね。まあでもヘッドはまだできたわけではないです。ここのカムを通る穴ですねの部分はカバーと一緒に共削りとなるので、これはまだ手をつけてないです。でこちら燃焼室ですが、こちらも、バルブガイドと一緒に削らなきゃいけないのでまだ手をつけてません。とりあえず今回加工すべきとこは全部終わりましたね。はい、一応プラグも買ってあります。はい、こんな感じで、まだ本締めしませんけど、レンチもちゃんと入るし、こんな感じですね。こんな感じで、まあ普通につきましたね。まあこっちは失敗したのなので後で溶かしちゃいます。よし、とりあえず今回の加工はここまでとなります。次回の加工はヘッドカバーからスタートとなります。ヘッドカバーもう一回鋳造した方がいいかもしれないですね。とりあえずはそういう予定でいます。どうもご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。